の体育は体力テストをやるぞ。特別ゲストの日和村先生だ。仲良くしてください。なんでコワコワ先生がゲストを？体育にすら先生の呪縛が。俺のクラスの担任の先生はコワコワだと思われているが、その実は勉強熱心な弱々先生である。日和村先生は体力に自信がないそうで、それなら見学がてら一緒に体験しませんかと私が誘ったんだ。心配だ。日和村先生が生徒も交えた体育に参加なんて。体育なんてほどほどで処理すべき教科筆頭。先生の貴重な体力を割くべきじゃない。まずは握力測定から。アビクラ、お前学級委員だろ。日和村先生とペア組んで測ってくれ。え？体育万歳！じゃあ右手から測りましょうか。はい、最近筋トレ続けてるので頑張ります。ダメです先生。腕を離して背筋を伸ばして測らないと。すみません。よかった、他の男子とペアじゃなくて。握力10キロ、反復横跳び4回、ハンドボール投げ、そもそもボールが持てないマイナス1メートル、50メートル走、途中休憩を挟んで3分10秒。相変わらず弱々すぎる。大丈夫ですか先生？最後は立ち幅跳びね。これは2人ずつ測ってくぞ。むくばやしと日和村先生。むくばやしみずき、運動神経抜群のカースト上位コム強ギャル。50メートル走は4秒、反復横跳びは多分100回飛ぶ。くしくも弱々先生 VS つよつよギャルの構図ができてしまった。あれ、なんか注目浴びてない？頑張っちゃおっかな。じゃあせーので飛べよ。せーの。シャイ！5メートル、世界記録とかいうレベルじゃないんだけど。どうよ、高校先生は？むくばやしの風圧で。大丈夫？すみません、うまく飛べない。先ちょっと疲れちゃったみたいですね。ブラジャーとか外して楽にして休んだら良くなると思いますよ。はい、ありがとうございます。ちょっと外すので、あとはよろしくね。はい。すみません、アビクラくん。まさか倒れてしまうなんて全然ちゃんとできませんでした。そんな、頑張ってましたよ。でも楽しかったですね。楽しかったんだ。生徒と同じ視点に立って素晴らしい体験ができました。先生はいつでも全力だな。またぜひ。先生、早く横になった方が。先生。反復横跳び10回できました。10回でいいんだ。弱々先生は体力テストでも弱々。コワコワ先生が呪いの言葉を？いいじゃん、怖いよ。もし私が呪われたら助けてね。任せな。私腕っぷしだけはヤバいからクラスみんな守ってる。友達がつよつよで助かる。とはいえ私だって怖いんだけど、まあでも怖い人って決めつけるのは良くないよね。ぬいぐるみに生徒の名前なんでち？これ絶対サボってるじゃん。悪魔召喚の儀式じゃん。決定的だ。コワコワ先生は本当にコワコワだったんだ。あれ、出席番号30番向林瑞希さん、忘れ物でしょうか？まずいです先生。多分ですけど今めっちゃ怖がられてます。この光景は弁解しようがないです。そんな、ただぬいぐるみで授業の練習
をしていたら破けているところを見つけて修繕しようとしてちょっと指を切ってしまっただけなのに。弱々コンボ。とりあえず誤解を解かないと。先生、僕もいいぞ。あれです。言わんこっちゃない。違うんです。これはその練習で意識の練習。皆さんをぬいぐるみに生徒をぬいぐるみに変えてる。じゃあこれもう犠牲者たち。どんどん良くない方に。やっぱり噂は本当だったんだ。噂？コワコワ先生は恐怖でこのクラスを支配してやがては学校ごと乗っ取るつもりなんだって。そんなバカな。いつの間にそんなでかい話に。違う、向林さん、近づかないで。かつてないガチ拒絶に先生のメンタルが。もう先生はダメだ。向林、まず話を。うるさい。私は今先生と話してんの。洗脳済みのアビクラとは話してない。洗脳済み。みんな言ってるもん。アビクラは先生の最初の駒なんだって。手始めに洗脳された哀れな使い魔なんだって。みんな言ってんの？だってあんた昔同じ小学校だったけど学級委員なんかやるようなキャラじゃなかったじゃん。積極性のかけらもないドインキャだったのに相当侵食が進んでるんだわ。一味だと思われてる。もういい。この学校は私が守る。ぬいぐるみにされちゃったみんなのためにも。強強ギャルは正義感も強強。まずい。先生が向林と戦って勝てるわけがない。正直俺でも絶対勝てないが腹くくるしかない。先生、ここは俺が抑えるので逃げて。向林さん、つよつよでかっこいいです。私のことが怖いのに、それでも皆さんのために立ち向かって。私ずっと憧れてたんです。いつもクラスの中心で体力テストだってすごくて。本当に誤解なんです。私皆さんに危害を加えようだなんて。先生。向林さん、すみません。先生、さっき出血したからか貧血に。あんなちょっとの怪我で。嘘？本当に誤解？これじゃコワコワっていうか弱々じゃん。しかもこんなエッチな。いつもすみません、アビクラくん。いつも？アビクラ、あんたいつもこんなことを。先生が弱々なのをいいことに。私が倒すべきは先生じゃなくてアビクラだったよね。先生、あいつに説明してください。先生。この時は誤解も解けなんとかなったけど。またエッチなことしてる。違う、ファイル運んでた先生が転んで下敷きになったんだって。本当に？あるだろ状況証拠が。もう放課後だぞ。何しに来たんだよ。アビクラこそ何残ってんの？俺はその学級委員だから。はあ？そういうの似合わないから。私は日和村先生に会いに来たの。私に？昨日はごめんね。ひどいこといっぱい言っちゃって。私誤解してて先生が怖いんだって思い込んでて、今となっては全部わかるっていうか先生は精一杯やってただけなんだなって。おお、ついに先生にも理解者が。そうだ、先生下の名前ひよりって言うんでしょ？ひよりんって呼んでいい？ひよりん？先生に対してそんな友達みたいなノリ許されるわけ？嬉しいです。泣くほど？私生徒と友達みたいに親しめる先生になりたくて、向林さんともずっと仲良くなりたくて。私こそごめんなさい。誤解されても仕方ない振る舞いしかできなくて。もう泣かないで。ひより
ましい勢いで距離を詰めていく。つよつよギャルはコミュ力もつよつよ。なんかすでにもう俺といるより楽しそう。つらい。でね、やっぱ学級委員は私がやるべきだと思うんだよね。アビクラなんかよりずっとうまく日和のサポートできるし。向林、今さら何を。てかさ、あいつ日和が優しいのをいいことにエッチなことばっかしてきてない？学級委員とかやるようなやつじゃなかったし、日和が可愛いから下心で近づいてるんだよ。否定しきれない。いやでも俺は本当に先生を応援して。アビクラくんはそんな人じゃないです。アビクラくんは積極的な自分になりたくて勇気を出して立候補してくれたんですよ。そういやそんな設定だった。そうなの？頑張ったじゃん。でもまあ向いてないんじゃない？今なら間に合うからやめときなよ。こいつ。私なら日和に超アドバイスできるし。本当ですか？向林さんってとっても大きくてよく通るいい声じゃないですか。そう私、大きな声を出すのが苦手で、何かコツとかあったら。ね、任せて。そんなんグーって息吸ってドーンだよ。アホの説明。ドーン。そういやスポーツだけの脳筋だった。じゃあちょっと試してみるから見てて。アビクラのこんな感じ。何やってんの？迷惑だろ。っていうかなんで俺の悪口？いいじゃん別に。吹奏楽部とか普通に外でやってんじゃん。すごい。こんなに大声が出せたらきっと屋外教室だってへっちゃらです。先生ダメですよ。あんなアホの影響受けちゃ。誰がアホって？よし、私もやってみますね。アビクラ弱い。大気に吸収される。ヒオリンスーツだからお腹に力入りづらいのかも。もっとこの辺に力を入れて。ごめん、私バカ力でたまに制御できなくて劇的にいろんなもの破壊しちゃって。先生よりよほどコワコワ。ごめん、ヒオリン。泣かないで、ムクバヤシさん。私もよくうっかり引っ掛けて破いちゃったりして、こんなの慣れっこですので。確かに。でも慣れちゃダメだろ。私のためにそんな嘘ついて。おりゃー！若林さん、これでおあいこだから。ほらアビクラ、見なさいよ。見てくんないとヒオリンの受けた恥ずかしめと対等じゃ。なんで頭で抜いてんのよ。先生はとりあえず俺のズボンを履いて、向林は俺のジャージ貸すから。私たちのため？負けた。自分を犠牲にしてまでヒオリンを恥ずかしめるだけの私で学級委員なんて。でもだからって脱ぐかよ。うるせえ。他に思いつかなくて。3人だと賑やかで楽しいですね。この状況で全員パンツ丸出しなのに。ひとまず学級委員は続投になった。それからというもの、放課後のクラス運営の話し合いにはなぜか向林が参加するようになり、二人きりの時間ではなくなってしまった。寂しい。いや先生が楽しそうだから全然いいんだけど、唯一の二人きりになれる時間だっただけに。せめて英語の成績を上げて先生に一目置いてもらおうなどと考えている。一体俺は何を。無駄に勉強頑張るなんて全然程よくない。秋人、お勉強頑張って偉いね。うわー！ノックしてっていつも言ってるだろ姉ちゃん。だって久々の休日だから秋人のお世話してあげなきゃなと思って。お部屋のお掃除してあげよっか。お昼ご飯何食べたい？いや部屋はもう片付いてるし、食事も俺が作るから休んでなよ。冷たい。なんで？
せっかく二人暮らしなのに、なんでこんな自立した子になっちゃったの？姉ちゃんのせいだろ。年離れてるからって俺のこと死ぬほど甘やかして、あのままじゃダメになるから全部自分でやるようになったんだよ。姉に依存する人生とか全然程よくないから。そうだ、ほら思い出して。素直に甘えてくれてた頃のアキちゃんの靴下だよ。お守りにして職場にも持っていけるの。捨てろや。でもさ、アキヒト最近はナオのこと頑張ってない？ 2 年生になってからかな。前はほどほどが一番とか言って勉強も適当だったのに、やたら早く学校に行くようになったり、委員の仕事で帰りもちょっと遅いよね。帰宅部なのに。変な先生が担任になったんだ。それからなんか学校が楽しい。甘やかさせてはくれないけど、秋人が元気ならお姉ちゃんは嬉しいな。でもな、このままだとお姉ちゃんの溢れ出る母性のやり場がな。どこかに思いっきり甘やかさせてくれるダメな子いないかな。なんてセリフだ。憧れの先生になってもう1ヶ月か。全然うまくいかないけど、アビクラくんみたいな優しい生徒がいてくれてよかったな。おお、通販かな。せめて受け取りくらいはお姉ちゃんが。いや、俺は何も注文してないけど。かわいい。入って入って。今日はちょっと冷えるでしょ。スープ飲む？温めてあげよっか。何？一体誰が？はい、先生！ビクラくん。嘘。秋人の担任の先生だったの？お隣に引っ越してきたって挨拶に来て、可愛いから膝枕しちゃった。隣に？嘘だろ。先生がうちの隣に。そんな夢みたいなことが。すみません、すぐに引っ越しますので。私朝が弱いので学校に近いこのアパートを。まさかお隣がアビクラくんのお家だったなんて。担任が隣の家だなんて気が休まらないですよね。すぐには難しいですが、お金がたまり次第早急に。いや、そんなことは。何言ってるの。お金を無駄にするのは悪い子ね。はい。秋人もいいって言ってるでしょ。わざわざ引っ越すことなんかないの。わかった？でもダメ。お姉ちゃんとの約束。わかりました。落ちた。先生って激務なんでしょ？ちゃんとご飯食べてるの？それは大丈夫です。あ、今嘘ついたでしょ。お姉ちゃんに嘘ついちゃダメ。時間がなくてコンビニ勉強とかでしょ。教師ってそんなに忙しいのか？それならうちで食べていったらいいわよ。いいえ、そんな甘えるわけには。いいな。新任ならまだ22とかでしょ。そんなの赤ちゃんみたいなもんじゃない。ってことで秋人、お部屋でお勉強してなさい。は？ひよちゃんにいっぱい甘えてもらいたいの。生徒の目があったらひよちゃんが素直になれないでしょ。この姉！俺を甘やかせなくなったから先生を代わりにしようとしてる。さあ、いったいった。まあでも姉ちゃんが引き止めてくれてよかったかもな。勉強の続きをしよう。待て、姉があの調子ってことは甘やかされまくって先生がダメになってしまうってことでは。姉ちゃん、あんまり先生に迷惑かけ。秋人、ひよちゃんが服に飲み物こぼしちゃって、せっかくならお風呂に入れてあげようかなって。だからってなんでリビングで脱ぐ？そうだ、秋人も一緒に入る？は？何言ってんの？
高校生なんか赤ちゃんだし、一緒に入ってもいいわよね、ひよちゃん。いや、それは。お姉ちゃんはみんなで入った方が賑やかで嬉しいの。先生なんだし、生徒のお世話をするのは普通なんじゃない？そうでしょうか。そうかも。じゃあ、ビクラくん、一緒に入りましょうか。入りません。照れちゃってかわいい。お隣さんは姉にも弱々。